せっかくの休みなのに暇を持て余しているそこのあなたに、ダンディファミリーカー後編スタート。前回に引き続きホンダ新型ベゼルのドライブフィール編でございます。さあみんな大注目のこの新型ベゼル、前回のチェックで先代よりも質感や居住性がめちゃくちゃアップして、小さなお子さんをお持ちのファミリー層にもかなり使えそうだったこの車、乗ってみると予想もしていなかった癖のあるものでしたよ。てなわけでいつも通り全力お父さん目線でドライブフィール伝えていきたいと思います。それでは早速試乗といきましょう。今回試乗させていただいた車は EHEV の X グレード 1.5 リッター直列4気筒エンジンプラス2モーターの FF 駆動モデルです。さあ乗り込みます。ドアの音一応聞いてみましょう。ドンとしっかりした密閉感のある音ですね。もう毎回同じコメントで申し訳ない。だって最近の車どれも遮音性すごいんですもん。左下のメーター明るさ調整ボタンが丸いのは左ハンドル用の穴なのかな。ではエンジンに始動します。イグナイト。シンプルな演出がいいですね。このメーターがクルンってなるのね、私好きなんですよ。メーターは右がアナログの速度計、真ん中下部にタンク、左にインフォメーションモニター、白黒のコントラストがくっきりで、モニター表示は恐ろしく分かりやすいです。センサーはどれが稼働しているのか、シートベルトはどうなっているのかなど、視覚的にイメージしやすいインターフェースになっています。操作感もダイヤル決定、ダイヤル決定、ダイヤル戻るといったような単純なボタン操作で良き。では出発します。動き出しの第一印象はスーッとスライドするような感じ。ブレーキホールド今解除したよって感じのない静かな滑り出し。この時点でこいつはスポーツ界の住人じゃないことを予感させます。アクセルフィールについては後ほど詳しくお話しします。ではまずユーティリティ関連でポイントいくつかご紹介していきましょう。まずはこれ、そよ風アウトレットというらしいです。すでにいくつものベゼル動画を見てきた人には耳にタコかもしれないこれ。実はね、風が気持ちいいなんてのはね、どうでもいいんです。すごいポイントは他にあります。構造は某ダイソンの羽のない扇風機と同じ原理。吹き出し方向を窓に向けるのと何が違うのと思ったそこのあなた、鋭いね。一方向じゃなくて3次元的な拡散ができますので、夏場にウィンドウの一部だけが結露するっていうことがないんです。もう一つ褒めたいのはデザインかな。下は行き止まり、左は左から出る、上は上から出ると、ダイヤル方向とアウトプットがね、リンクしていること。こういうのをユニバーサルデザインっていうのかが、見えないところにも作り込み。いいね。ノーマル、スポーツ、イーコンモードの切り替えをするとビジュアルイメージが表示されますのですごく分かりやすいです。文字だけじゃなくてパッと見で分かる。ディスプレイってね、こうあるべきですよね。ホンダコネクトナビは車内 Wi-Fi 機能やスマホのデジタルキーやリモート操作、吉田沙保里さんが駆けつけてくれるサービスなどなど先進機能が盛りだくさんです。マップも自動更新されるとのことで、道路工事だらけの新興住宅地にお住まいの方は嬉しいかも。欲を言えば音声認識の AI のホンダパーソナルアシストもついてたら最高だったかな。次は視界について。 SUV だけあって程よく高いアイポイント。ワイパーも見えず、水平基調のホンダさんらしい見通しのいい景色が広がります。エッジを立てたボンネットラインが一直線で、車の感覚がとてもつかみやすい。取り回しはしやすいんじゃないですかね。A ピラーは標準的な太さですので、右折時の見通しっていうのはまあまあかな。バックモニターは一般的なもの、魚眼レンズで周囲がよく見えますが、個人的にはこのアングルちょっと苦手。車を真上から見下ろしているかのような映像のマルチビューカメラシステムは XG グレードには追加できません。駐車場での子供の巻き込み事故っていうのもね、後を絶ちませんので、できれば標準装備にしてほしかったかな。バックミラーは標準的なもの、最近流行りのデジタルインナーミラーは採用されていません。このプレミアムな雰囲気だったら最上位グレードでいいのでつけてほしかったな。あとは電動パワーシートとか。さてはマイナーチェンジでいろいろ追加する商法だね。そういうとこだぞ。ステアリングの握り心地はちょうどいい太さ。プレイや Z グレードは本革巻きですが、 XG グレードは言うなれば樹脂製。でもカチカチじゃなくて若干弾力があります。すげえ。このグレードにはステアリングヒーターの設定こそないですが、革手袋をすればね、解決よ。賢くいこうぜ。ステアはクイックな反応というよりは角を丸めたスルスルとシルキーな反応ですね。別メーカーさんで申し訳ないですけど、日産ノートの時のような軽やかさに似てるかな。軽いけど精密な、セラミック包丁みたいな。これ絶対伝わらないやつ。バッテリー搭載値はリアタイヤの軸付近に配置されているので、 FF 駆動の SUV にしては安定性とハンドリングとってもピタッとしています。ス
スイスイっと頭が入ってお尻もちゃんとついてくる感じ。ご家族同乗さんもかなり快適なフィーリングだと思います。アクセルは電気駆動ということもあって超細やかな調整が思いのままといった感覚。このハイブリッドシステムはフィットのものがベースですが、味付けは全くの別物。よりリニアによりレスポンシブルになっているので、踏んだり戻したりの反応がとても良くなっている印象です。ブレーキについても自由自在。シフトを B レンジに入れると手元のパドルにてブレーキの回生具合を4段階に調整ができます。ゆっくり止まったり強めに止まったり、自分の癖に合わせて設定できちゃいます。便利すぎ。ちなみに完全停止までは対応していません。個人的には B レンジ×スポーツモード、この組み合わせがね、一番スポーティーな味を楽しめると思います。この車は CVT なのですが、専用に作り込まれた電子制御により加速感、サウンドともにトランスミッションのようなシフトアップ感が楽しめます。これ本当よね、なんかね、裏コマンドみたいな楽しさですね。やんちゃな要素をどこかに残しておく。実に本田さんらしい作り込みですね。ダンディ。ちょっとお水飲みます。続いて乗り味について。どっしりとした安定感というよりは軽やかに滑るように走ります。もちろんふわふわしているという意味ではありませんよ。ハンドル取り付け構成っていうのもアップしてるんですかね。軽やかなステアにしては直線安定性も良く、無意識の細かいハンドル微調整っていうのはありません。ここでちょっと振ってみました。さっきステアフィールでも触れましたが、スイッと頭が入った後、即座にお尻をね、上手にいなしています。ボディ剛性については先代よりもねじり剛性が 15% アップ。不快なレベルのボディのよれっていうのはありません。でね、サスペンションが細かくよく動きますね。ストローク長めなのかな。路面への接地感がとても高いです。味付けも、なんていうかな、滑らかって表現にあまり逃げたくないんですけど、細かい凹凸というか、ザラザラした路面の入力っていうのはすごく角を丸めている感じです。どちらかといえば柔らかい設定ですね。スポーツではなくてコンフォート重視かな。でもね、柔らかくてもロール感、横振られ感っていうのはあまり感じられないんですよね。もちろんないわけじゃないんですよ。車高も高いので。でもね、スッと姿勢がすぐに落ち着くんですよね。どうなってんだこれですね、4WD バージョンや、もし実現するんであれば電気自動車バージョンっていうのもね、乗ってみたいな。絶対いいよ、それ。あとはもしかしてシートの影響が大きいのかもしれません。シートは硬くもないし柔らかくもない。コシのあるうどんみたいな。だから伝わらないですね。座面の真ん中はゆったり柔らかめなんですが、サイドはしっかりしていて、体がすっぽりはまる感じですね。姿勢が維持されているので、体が横に振られる感覚っていうのがかなり少ないです。これいいですよ。次は静粛性について。室内の遮音性はめちゃ高いです。すごいよ、高級車だよ。まあそもそも電気で走りますしね、それは静かよ。でもですね、今回ホンダさんもね、かなり力を入れてるみたいですよ。エンジンマウント、エンジンの固定方法ですね。あとバルクヘッド、エンジンルームと室内を隔てる鉄板のことですね。これの板圧も従来よりも厚めにしてエンジン音をシャッと。で、風切り音っていうのは前編でもあった通り随所にパッキングが施されてましたね。こんなところもやってますね。で、他にもテールゲート内部とか振動対策をね、各所に施してボディ全体の振動っていうのを抑えています。ホンダさん、ガチだね。昔はね、高級車じゃなきゃこんな作り込みしなかったですよ。すごいですね。乗り味やインテリアも含めて間違いなくコンフォートがコンセプトですね、この車。とても静かなので、車にオーディオルームとしての役割を求めているユーザーには嬉しい作り込みですね。オプションのプレミアムオーディオシステムの組み合わせが大変おすすめとなっております。ご家族の安全のため安全装備についても確認しておきましょう。衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能、全車速対応のクルーズコントロールなどなど、いわゆるホンダセンシングっていうのは全てのグレードについています。繰り返します。全てのグレードについています。素晴らしいだね。エアバッグは運転席、助手席、サイド、カーテンの計6カ所に実装されています。助手席側は例のキャッチャーミットみたいなエアバッグなのかな。新車アセスメントプログラム、通称 NCAP のクラッシュテスト結果は2021年4月時点ではまだユーロ、日本ともに公表されていません。半年ぐらいすれば発表されるかと思います。ご参考までに仙台ベゼルのクラッシュテスト結果は乗員保護性能が 86%、子供の保護性能が 79%、対人保護性能が 72%、予防安全性能が 71% の5スターというユーロ評価を得ています。はい、試乗終了です。お疲れ様でした。最後に簡単にまとめますと、この新型ベゼル、ゆったり高級車の乗り味。 SUV といえばスポーツユーティリティビークル
ですが、居住性、乗り味、さらには静粛性を見てもこの車はスポーツというよりはかなりコンフォートが売りのキャラクター。もちろんね、モータースポーツのエッセンスを忘れない本田さんらしい遊び心も隠されています。ぜひ探してみてください。約束された勝利。コンパクトサイズでありながらかっこいいデザイン、質感もグーなインテリア、乗り心地も良き良き。これだけ揃えて XZ グレードなら300万円以下に抑えられる価格帯。わかった、俺の負けだよ。こんなん絶対売れるよ。ファミリーカーにもうってつけ。取り回しもしやすく、全グレードにホンダセンシング、フラットにもなるし、更衣室としても使えちゃう高席空間。ミニバンにしてよという心ない奥様をなんとか説得できそうなポイントがこの車にはたくさんあります。高い買い物、お父さんの希望を押し通すチャンスと考えましょう。なのでこの車が最もハマるのは、家族思いではあるけどたまにはゆったりした空間が欲しいなと思っているお父さん方ではないでしょうか。なかなか懐の深いダンディファミリーですね。かっこいい横文字を使うんだったらコンフォートユーティリティビークルといったところでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。ホンダ新型ベゼルのドライブフィール編をお届けしました。実はですね、仙台ベゼルは昔私のファミリーカーとしての購入候補にね入ってたんですが、フルモデルチェンジで全てが今回一新され、正直ね欲しくなってしまう魅力的な作品でした。お父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてくださいね。それではこの動画を見て、そもそも SUV のスポーツの定義って何なのと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。実は私もよくわかりません。このチャンネルではお父さん目線のカーレビュー情報を配信しております。子育てに関連する情報っていうのもね配信していたんですが、そちらはサブチャンネルとすることにしました。車好きの人のおすすめにね、寝かしつけの裏技とか出てきて困っちゃいますもんねすいませんね。もしよければそちらも応援よろしくお願いいたします。それでは全国の新米お父さんお母さん、今日も一日子育てお疲れ様でした。次回またお会いいたしましょう。バイビー。